どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。というわけで、ですね、今日はですね、この靴下、じゃが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 編み進めてましてね、やっぱ、帰る前に、これは完成させておいた方がいいなと思いましたんで、ね、ちょっと進めてるんですけど、まあ、今日はこの靴下を編みながらちょっと喋ろうかなっていう話なんで、まあそうだね、このあと倍ぐらい、ちょっと待って。今こうでしょこうでしょそうだね。あとこんぐらいか。今日中に編めるかな。これにつきっきりだったら、今日中に編めるかとは思うんですけど、そんな感じでこれをちょっと今日編みながらね。今日まっすぐ、こうね、まっすぐに直してみました、ちょっと。これちょっとさすがにね、靴下編むときはね、これ斜めにしてるとね、ちょっとね、こいつがね、邪魔でね、ちょっと見づらいんだわ。編むときにね。はい。本来はだって靴下編む時ってむっちゃ私引き寄せてさ、こうお腹の前に引き寄せて編むからさ、もうすでにこれだけでも本当は編みづらいんだけど、なるべく編みやすいようにしようと思って、今日はちょっとカメラの位置をね、以前の、正面のまっすぐの位置に戻しましたけど、はい。で、今日は6月4日でございますよ。はい。で、今日の朝なんか起きてさ、なんかちょっとパーッとニュース的なものをチェックしてたら、ガーシー帰国っていうことでね、来ましたよ。ガーシー帰国。私はあの人が何をしたかっていうのはね、動画サイトでね、脅迫してどうのこうのってのは私、彼のやつを見てませんので、ね、何がどうなってるのかちっともわかりません。はい。なので、割とどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、でもどうでもいいって言えない部分はね、ああいう人でも選挙通っちゃうっていうね、もちろん、除名っていうか、辞めさせられたわけですけれども、当然のことだと思いますけどね。だって何にもしないで海外に住んでて日本人のね、税金をそのまま、懐に収めるってちょっと消せないじゃないですか。だってどう考えてもね。なので、それはやめさせて当然だとは思うんですけど、ね、なんだかんだで捜査当局も手をね、緩めず、なんだ、逮捕状を取って、で、その後ね、旅券の返却っていうかなんか、出してこいっちゅう話でね。で、それでなくしたのなんだのとかって言ってたけど、結局戻ってくるってことは何パスポートどうなってんって話だけど、俺はあれだね、捜査当局がドバイのあっちに、なんていうのかな、要請して、で、ドバイの方でこう、なんていうのかな、送還ですよねっていう感じになってるんだと思うんですけど、ね、だってパスポートをなくしたなんて言っちゃったから一応執行になってんだよね、パスポートはね。どうなってんか知らんけどもさ。で、私が撮ってる時点で、今これ撮ってる時点でまだ日本に到着してない飛行機の中っていうことだと思うんですけど、逮捕されて、脅迫うんぬんかんぬんだから、この後どうなるのかわかんないけど、ただ逃げようとしてたっていうその悪質さっていうのがやっぱりね、あるからね、一生帰国しないなんつって、ね、決めたなんつって言ってたけど、そういうなんか、なんていうのかな、部分があるから、収監されて、で、その後はなかなかあれじゃないの、執行猶予なんていうのも難しいんじゃないですかね。わかりませんけどね、私その辺詳しくないから。どうなるのかしませんけど、これで片がつくんじゃないですかね。一応ね、逮捕っていう形になるんで。成田空港着いて任意同行っていう話になるけど、そのまま逮捕でしょうね、おそらくね。そんなシーンも、今日の夕方になればこっちでも見られるとは思いますが、とりあえずそんな感じで一件落着になるのかな。わかりませんけどね。よく。とにかく世間をね、お騒がせした人がようやく捕まるということで、それはそれで良いのではないでしょうか。というわけでございます。そして、私が一番、気になってるのは、気になってるっていうかね、台風大丈夫でした皆さん。ね。えらい大変で、なんか、結構なんだっけ茨城の方では冠水したりなんだりとか、結構川もいろんなところでね、関西でも関東でもやばかったっていう話を聞きましたけれども、ね、どうでしたかね。台風でやっぱり、なんていうの、電車が止まってとか、新幹線が止まって、缶詰みたいな話もきっとあったかと思うんですけれども、私もだから私の記憶で台風でなんか日本にいてて台風でやばかったことっていうののなんかあったかな記憶なんかあったかな私。ああそうか一回だけなんか病院で働いてた時にちょうど私が当直してる時にそれ週末の当直いつだったかなあれは土曜日金曜の夜の当直か土曜の夜の当直か
多分金曜の夜だと思うんですけど、金曜の夜の到着で、その時は台風来てて、マジかっていう話でね、台風の日に到着をして、で、次の日の朝、さてどうやって帰ろうって電車止まってるわけですよ。帰れねえなってなった時に、タクシーチケット出るっていう話になって、タクシーチケットもらって帰った記憶があるが、動いてない路線だけでしか使えないっていうことだったので、家まではタクシーで帰れず、電車が止まってるところの先の、電車が動いてるところの駅までタクシーで行って、ほいで帰ったわ。ケチだよね。家まで使っていいって言ってくれたらいいのに。もう電車止まってて、でもその先動いてるところからは、電車乗ってくださいっていう、なんちゅう。まあまあ、しょうがないね、でもね。しょうがない。まあ、そんなんで帰った記憶はございますね。閑散としてましたね。道路誰もいないみたいなね。まあでもかろうじて JR が普通に割と動いてたんで、でもその後動いてなかったらどうすんだって話だよね。だって私ほら、相鉄に住んでたじゃん。でも相鉄ってそんなに止まんないからね。強いからね。まあ電車の話になってまた相鉄の話題かってなるけど、相鉄の話題には集中しませんよ。相鉄はそれほど止まりません。まあ片平川は氾濫する危険性は大いにはらんでございますけれども、脇を走るね。でも相鉄はね、そんなに止まらないよ。まあ人身事故で止まることしょっちゅうだったけどね。横浜の中で一番止まりやすいのっつったらやっぱりあれじゃないですか。横浜線じゃないですか。横浜線すぐ止まるよね。今は知りませんよ。私が住んでた時代は横浜線つったらすぐ止まるっていうイメージでしたね。なんかね、台風なんかでも止まってたし、強風でも止まってたし、なんか横浜線、大雨でも止まってたし、横浜線ってなんだかんだで結構止まりやすい路線っていう感じでしたけどね、印象的には。まあ、あとはね、やっぱりなんだろう、シーサイドラインとかね、あんなんすぐ止まりますけど、強風でもね、だってモノレールで上走ってんからね、どうしてもね。あんなんすぐ止まりますけれども、それ以外はやっぱり横浜線最強じゃない？すぐ止まるっていうイメージなんだけど、横浜線沿線の人違いますかね？なんか私住んでた時はすぐ止まってましたよ。っていうか実際横浜線沿線の人が横浜線すぐ止まるんだよって文句ブーブー言ってた気がするんだよね。まあまた電車の話してますけど、横浜の。まあそれはいいとして。じゃあ電車つながりで、そうね、電車に閉じ込められたことって私あったかしらって記憶してる中で、日本でね、記憶にあるのは、まあフランスではありますけれど、しょっちゅうなんでね。フランスではあるけど、日本で電車で閉じ込められたというか、立ち往生で動けなくなったのって記憶ありますね、そういえばね。あれは多分おばあちゃんの時の、おばあちゃんが亡くなった時のお葬式の帰りだったと思うんですけど、あれはまだ新幹線だったか特急に乗ってただか、まあ新幹線だったと思うけど、どっかの駅で止まっちゃって、新幹線だっけ？違うな、特急かな。もう全然記憶にないや、どっちからどう帰ってきたか。多分特急だったと思うんだけど、でどっかで何らかの理由で止まっちゃって、でなんか1時間2時間ぐらい立ち往生したような気がする。でもあんまり記憶にない。ぼーっとしてたか何してたか覚えてないんですけど、なんかその時ぐらいかな、日本でなんか電車で立ち往生して進めなくなっちゃったっていうのは。こっちはもうほんとしょっちゅうだからさ、そんなのさしょっちゅうっていうか、ほら普通の在来線でもさ、故障とかですぐ止まっちゃうし、この前もパリ行こうと思ったらさ、まあその時はもう解除されてたからね、ほぼね、よかったんだけど、しょっちゅうあるのが、例えば具合悪い人が出たのでみたいな感じで止まるんだけど、それだけでもね、すごい1時間とか止まったりとかするし、あとはね、火事とかね、あるよ結構。火事で止まる。だからその火事でって駅舎の火事とかじゃなくて、例えばその配電盤みたいなのあるじゃないですか、やっぱ電車の脇っちょにね、そういうのが火事だったりとか、あとはすごい止まってたのが、その駅の横に、あれは夏だ、すごい暑い夏で乾燥してて、でまあタバコの不始末か知らんけれども、駅のすぐ横にある畑がボーボー燃えてて、でそのせいで電車が走れないっちゅんで、
止まってたりとか、あとは何だろう、人身事故もないわけではないけど、あとは何だろう、この前パリから帰ってくる時もそうだったけど、パリから帰ってくる時もまた電車遅れてると思って、で、なんだろうと思ったら、駅構内に人が入り込んだので、そういうの確認のために止まってますとかね、もうしょっちゅうよ、そんなの。私、だってさ、今さ、毎日パリに通ってないからさ、時々パリに行くじゃないね。何週間に一度、毎週とまではいかないけれども、まあ、月に2、3回行くと3回ぐらいかな。だいたい平均月2回ぐらい行くんですけど、パリにね。だったらなんとなくね、だいたいそのぐらい行ってて。行かないと全然行かないんですけど、行くときはだいたい月に2回ぐらいは行くんですよ。で、そうするとね、割とね、毎回なんかあるよ。だいたい毎回なんかある。うん。うん。必ず、あれですよ。電車遅れ生じてますって、毎回毎回、なんかの理由。で、一番多いのが、えっと、一番多いのが故障かな、やっぱり電車の故障っつって。だから点検作業ちゃんとやってんのっていう話なんだけど、あとは次に多いのが、次はみんな同じぐらいかな。やっぱり、具合悪い人とかがいるとか、あとはまれに、運転手に対する暴力とか、うん、そんな感じ。でも大体多いのは故障だね、ほとんどが故障。で、降ろされて、で、あれなんですよ。日本ってさ、例えばさ、そうなると電車運休ってなるけどさ、でも割とその在来線なんかだとそのまま乗っててさ、で、それで順次動くようになったら、動いてくっていう感じになるじゃない？もう動いちゃってる電車の場合ね。動いてない電車は運休になるかもしれないけど、動いちゃってる電車はさ、そのまま待って順次その、なんていうの？送ってくっていうか、その走らせるっていう感じじゃない？日本は割と。こっちはさ、もう違うんだよ。なんか起こったらもうみんな降ろしちゃうんだよね。で、全部運休になっちゃうみたいなさ、全部とは言わんよ。全部とは言わんけど、まあ大体なんかあると途中の駅で降ろされるわね。うん。降ろされて、雨の中でも何でも、もう本当に、何でも風が吹いてようが何だろうが、うん。降ろされますわ。うん。で、もうぼーっとみんな待つしかないの。次の電車来るまで。ひどいよね。結構多いよ、そういうの。うん。で、理由もなく、で、自分とこの路線の、ね、帰るために電車乗ってもさ、途中でさ、この電車は、この駅で終点です、つって。ね、これ以上旅客は乗せませんので、皆さんここで降りてくださいって、いきなり降ろされちゃうね。理由も聞かされずに。うん。そう。で、それでぼーっとその駅でみんなで待つみたいなさ、うん、そんなしょっちゅうよ。うん、そんなんしょっちゅう。でもみんなブー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 文句言いながらさ、でも文句言いながらもさ、しょうがないじゃん。なすすべなしだからさ、そんなんしょっちゅう。だから、まあ、長距離の時はでも降ろされるってことないかな。途中で、降ろされるってことはないんですけど、でもね、運休とかはね、なんかもうややこしいのは、そうだ、一回あったな。なんかどっか出かけた時に、あれは何だったっけかな。そっか。ですね、火事ですよ。それも火事があってね、うん。で、電車がちょっと、その大きなターミナル駅の近くで火事があって、その影響で電車がその日は全部運休になったのかな、その火事以降で。次の日のとか、で次の日とかその次の日にもその影響があって、で私ちょっと出かける予定だったの、ちょうどで予約してたから、サイトからこうメッセージが来るわけですよ。で、あなたの電車は運休になりましたって、みたいなさ、はみたいな。うん。で、それで振り替えでこっちの電車に乗れますみたいな感じで、違う駅からね、出る電車とか案内があって、まあ結局そっちの電車に乗ってったはいいんだけど、帰りの電車は出るよ、ちゃんとって言われてね、それ1泊か2泊のお出かけだったんだけど、で、それでなんか帰りの電車は大丈夫ですみたいな感じだったわけ。そうしたら、大丈夫って言っても、なんつったらいいのかな、2つのね、電車をくっつけやがったわけですよ、要は。その、本数をっていうか、なんていうのかな、運休分もあるし、
普通の電車も私が予約した電車も走らせなきゃいけないし、運休した分もあるから車両を増やして運行させるために、なんか2つの車両っていうのかな、2つの例えばあるじゃない、飛行機じゃない、東海道新幹線だとさ、こだまと光ってあるじゃない。まあ古くてごめんね、一番古いやつで。こだまと光とあったら、普通こだま何号、光何号つって別々に走るじゃん。それをさ、くっつけやがったんだ。2つ違う番号のやつを。で、それで私さ、帰りの電車そんなこと知らないからさ、待ってたらさ、電車入ってくんじゃん。で、自分の車両に乗ったのよ。そしたらさ、くっつけた別のやつの車両でさ、で、車両内の移動ってできないんだ。できないのよ。で、私ちゃんと指定席取ってたのよ。で、車両内の移動できないからさ、結局だからそっから次のパリまでさ、一駅で、なんていうの1時間ぐらいなんだけどさ、一駅でさ、なんだ、次の駅で降りて、じゃあ車両移動してそっちに座るみたいなこともできずに、結局、満帆ぎゅうぎゅうのところをさ、私さ、立ちっぱよ、1時間。指定席取ってたのに。くっつけやがって。私、駅員に聞いたんだよ、ちゃんと。これはどっちですかって。乗る場所どっちって言ったら、あっちって言われたから、なんつうの、駅員さんの言う通りそっちで番号来るの待ってたわけ、自分の車両。その車両はあっちよ、言われて。ほんで待ってて乗ったらさ、別のさ、電車の車両の、自分わかんないよ、何号車だったか忘れちゃったけど、例えば7号車だったら7号車。ね、自分の予約した7号車だと思って乗ったら、くっついてた別のなんつうの、別の電車の7号車よ。ほいで、それで座ろうと思ったら人座ってんじゃん、当然。で、そこ私の席なんだけどって言ったら、僕、普通に買ったんだけどって言われて、何っつって。で、それで、ほら、車掌が回ってくるじゃん、チェックにね。で、ちょっと私の席座ってんだけど、つって言ったら、あ、この車両じゃないわよ、つって。はっつって。あなたは何番の電車だから、この後ろにくっついてる電車の方、はみたいなさ、意味わかんないじゃん。だって私も2つくっついてるなんて思ってないからさ。だってこっちだって言われたからこっちに来たんだけどって言ったら、そんなの知らないわよって話でさ、もう自分の仕事じゃない別の人がミスした時はさ、ほら、申し訳ございませんでしたっていうのもなくて、あっちの場合はそんなの知らないわよって私が言ったわけじゃないみたいな、そういう感じだからね、こっちはね。だからそんなの知らないわよって言われて、なぬーと思ってさ、せっかく席取ってたのに、もう立ちっぱや。わかんないけどね、私が悪いのかさ、駅の人が悪いのかさ、ちょっといまいち不明瞭でさ、本当にさ、あんなのさ、わかるわけないじゃんね。だって2つくっついてるなんて情報知らんもんで。だから駅員の人も分かんなかったんじゃないの。駅員に聞いたらさ、あっちだっちゅうからさ、並んだらさ、そんなんしょっちゅう。マジそんなのいっぱいあるって感じ。なんかそういうトラブル、電車系は。うん。1時間も立ちっぱなしでトイレ行きたいのに人ぎゅうぎゅうで行けないしさ。だから駅着いて速攻トイレ、またパリの駅で行ったけどさ、有料だしさ、電車の中で行けたらさ、無料だったのにさ。ターミナル駅のトイレは有料だからね。でも行かないでそのまま家に帰るわけにもいかないしみたいな。だって膀胱パンパンだったしさ。ほんと人いっぱいでトイレも行けないぐらいだったんだもん。だってなんて言ったってほら、運休があって、それでもってなんつうの、そうやって電車くっつけて乗せれるだけ人を乗せてみたいな感じだったからさ、ちゃんと席取ってやったのにね、本当にもう嫌になっちゃう。だからね、こっちで電車乗るってね、本当ね、そういうトラブルの時は避けたいよねっていう話でね。まあそれは台風で関係ないからあれなんだけれども、まあそんなトラブルも多いんですよね、こっちはね。本当に電車関係は。マジでやめてほしいわ。電車の故障とかも本当勘弁してほしいわ。本当頻繁に起こるんでね。私は本当日本に帰ってびっくりするのはさ、例えばさ、あれなんだよね、電車1分2分日本で遅れるとさ、放送入るじゃん。電車遅れまして大変申し訳ございませんっつってさ、もう1分とか2分でもさ絶対入るじゃん。1分ですら放送が入るわけよね、私の実家の路線なんつうのはさ。まあ相鉄はどうだったか、ボン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 来てるからね、そこまでじゃないかもしれないけど、
そうなるとね、もうね、びっくりするよね。だってたかが1分じゃんと思ってさ。うん。で2分ぐらい遅れてももうイライラする人っているじゃない、なんか。日本って。不思議なことにとか、こっちはほら1分とか2分とかさ、遅れのうちに入んないから。5分だって、5分でようやくなんか遅れてんなぐらいの話で。フランスはだからまだマシな方なんだよ。例えばイタリアとかスペインとかに比べたらね。フランスはまだまともに動いてる方なんだよ、それでも。うん。時刻表通りに出てるかどうかは、っていうか時刻表っていうのが本当にあるのかっていう話で、まああるんだけど、割と私なんかはほら、電車は割と時刻通りに来ますよ。うん。時刻通りに割と来ます。だけど、来ないやつももちろんいっぱいいるけどね。うん。運休なんつうのもいっぱいあるし、遅れてて全然なんかなんつうの、電車の時間に合わせて駅行ったら20分も待たされたとかね。うちなんかさ、駅の目の前なのにさ、駅で20分待たされるってどういうことよって話じゃんだって。その20分あったら家でもう一杯お茶飲めだよって話なんだけどさ。そう。だから30分来ないっつったら、家戻ったりしてたけどね、前はね。うん。そんなんしょっちゅうだからさ。そう。でも割とまあ時刻通りには割と来るかな。うん。あ、ちなみに時刻よりもちょい早めに来ちゃったりとかしても、待たずに出発したりすることもあるしね。うん。もう来たのっていう時も。あら、行っちゃった。あれまだだって時間来てないじゃんっていう。まあ、パリに近づくにつれてそういうのは、ちゃんと、なんていうの調整でね、1分止まりますとかそういうのはあるんだけど、でもそんなことやってる場合にはパリ市内ね、入った時になんか、パリ市内っていうかパリの手前ぐらいで、運転手交換があるから、それでなんか、運転手が来なくて10分待たされるとか、そんなにしょっちゅうやってっからね。うん。何の意味もあんだろうか。うん、そういうのもしょっちゅうだから。まあ電車のトラブルは多いっすわ。はい。まあ台風関係ないですけど、何度も言いますけど。ねえ。いやでも本当台風ね、今年はどうなんだろうね、多いのかな。でも今回のが2号だよね。だから2号って言ってたっけね。これからどんどん来るんだろうか。ね、今年はどんな感じ。なんか夏暑いらしいじゃないですか、今年、日本。まあいつも暑いんですけど、今年もなんかすごい暑くなるっていうね。まあいつものことだから、今年はすごく暑くなるとか言われてもっていう話だけど、フランスはどうなんでしょうね。私は一番いい時期に、一番なんかジメジメした日本に行くわけなんですけど、6月がね、やっぱりね、一番いいシーズンなんですよね、フランスはね。うん。だから今日も天気良くて、今日はね、本当早起きしてさ、なんか目が覚めて、昨日はなんかベッドでなんか、別のものをね、編んでたんですけど、なんか編みながら寝てまして、やっぱり。うん。で、途中ふっと起きて、ちゃんと寝なきゃと思って寝たんですけど、今日は早起きしましてね。で、それで、朝も早うからいろいろやってんですけど、で、天気もいいからさ、気分いいじゃん。で、私さ、何を血迷ったのかさ、私、早起きしたって別に早くしようと思ってしたわけじゃないのよ。起きた時に私、時間をね、目悪いから見間違ったんだよね。で、時間見た時にさ、8時45分か、もうそんな時間か、じゃあ、たっぷり寝ただからな、起きなきゃと思ってさ、いろいろ準備してたの、準備っていうか朝の準備しててさ、なんだかんださ、朝の準備っていうか、でもなんか今日も天気がいいなーなんて思いながら外の覗いて、でさ、じゃあちょっとシャワーでも浴びるかなんつってシャワー浴びて、で、シャワー浴びてさ、出てきて、で、パソコンの時間見たんですよ。パッと見たらさ、7時14分ってなってるわけ。え ?7 時14分ってどういうこと？だってさっき8時45分だったじゃんと思って。おかしいなと思って。なんでって。壊れてないよねって思って、で、頭働いてないわけですよ。で、ふっと棚の上にある時計を見たら7時15分なんですよ。あれと思って。私はどうやら6時45分を8時45分と見違えていたらしく、えなんか、すごい早起きしちゃいましたっていうね。でもシャワーも浴びちゃったからさ、7時15分ね。うん、じゃあいいや、今日は早起きってことで、みたいなね。見間違っちゃいましたよ。まあそんなんで早起きして、朝からいろいろじゃあ、やろうかと思ってね、今日はもうこんな時間から、まあ今9時過ぎかな。9時過ぎぐらいなんですけど、朝のね。うちの家人もなんか8時過ぎに起きてきて、私がガチャガチャやってるからだと思うんですけどね、起きてね。で、もう散歩に出かけましたよ。うん。ね、天気がいい日はやっぱり午前中に散歩行くのが気持ちいいからね、私も散歩に行きたいけども、ね、私はね、やっぱりね、撮影をね、ちょっとしておかないと、私本当日本に帰ってからね、全然、
日本に帰ってからもそうだけど、日本に帰る前もね、どんだけ撮影できるかっていうのがちょっとございますんで、はい。なので、こうやってなんかチクチク編むときは必ず撮っておけばいいや、なんつう感じでね、何本でも撮っとけ、みたいな。ね、本当そういう感じなんですけど、まあ話題には、つきませんから、なのでね、皆さん台風、いろいろ大変だった地域もあるかと思うんですけれども、ね、大きな被害ないことを、願ってますけれどもね。台風か、台風ね。昔住んでた家のあれだな、換気扇は台風が来ると水ブド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 外から雨が吹き込んで大変だったな。昔の換気扇だからね、今みたいにじゃなくてさ、普通にプロペラが回るタイプのやつ、あれがさ、私のさ、寝ているベッドのすぐさ、足元のさ、壁のさ、上のところについててさ、でさ、台風来るとさ、そっからさ、もうすごいんだよ、水が吹き込んでビシャ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 。だからなんかあれだね、洗面器置いてなんか大変だったな。うちの親父がガシャ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 なんかやって水がボタボタ垂れないように一生懸命してたけど、子供の時はワクワクしたけどね。なんかなんつうの、大人になるとやっぱり逆になんていうの、台風の被害がこういうのがあるっていうのをさ、ほらニュースとかで目の当たりとかしててさ、ね、そうするとなんかひょーってなるよね、やっぱりね。ちょっと自分のところにさ、ほら被害が及ぶとやっぱりさ困っちゃうからさ、あれなんだけどさ、自分のところにやっぱり台風が直撃しようとしてくるとなんかワクワクしたりもするけれども、でも実際に来るとすっごい嫌よね、やっぱりね。そうで、被害とかがやっぱり大きいのが起こってしまうとワクワクなんかしてらんないっていうか、だからあんまりなんかワクワクするんだよねっていうのもなんか不謹慎だしねっていう話もあるしさ、そういうのが被害出ちゃうと、まあでもとにかくね、危ないじゃないですか、台風ってやっぱりさ、ね、看板とかが吹っ飛んだらそれがぶっ刺さったとかさ、ね、被害が、ね、家に当たって被害とかさ、ね、あれが看板が落ちてきただのさ、ほんと怖いからさ、ほんと気をつけてくださいよ、ほんと皆さん。ね。なんか誰か言ってましたよ、やっぱりすごいなんか雨が降ってて風も強いもんだからさ、メリーポピンズになってる人がいっぱいいたってさ、台風の中で傘さすの間違ってますからマジで。台風の時はやっぱね、もうびしょびしょ濡れるしかないですよ。危ないですからね、傘ね、マジでね。気持ちはわかるけど、ねえ、気をつけてくださいね。傘ぶっ飛んで、だってあれですよ、それがもし万が一他人様に当たったりとかっつって怪我なんつうこともありえるわけだからね。自分がね、その自分だけじゃなくてやっぱね、それこそ他人様のことを考えてですよ、そこはね。すっ飛んでった場合のことを考えたら危ないから。いや、台風で雨降ってる時は私は傘さしませんよ。昔からそうです。刺そうかなと思っても、いや、これ無理だなと思ったらもう最初から刺さない。傘ぶっ壊れるし。という感じでございましたね、昔はね。だってみんな濡れてるからね、どっちにしろ台風でね、傘さしたところで濡れちゃうんだからと思えば、もう最初から刺さないでびしょ濡れでいいじゃないかと。なんかね、バイク乗ってたじゃないですか、私。で、バイク乗ってさ、やっぱりさ、思わぬ雨の中でバイクの乗ってて雨が降ってくるってこともあるわけですよ。で、ゲリラ豪雨みたいなのが来た時なんかもうおじゃんなわけですね。はい。で、もうあれですよ。こう上から当たってる分にはそこまではならないんですけど、バイクにシートに座ってるじゃないですか。シートに雨が当たるじゃないですか。で、シートに当たった雨が、こうシートをさ、ヒューって流れてきてさ、お股の間にこう入ってくるわけです。お股の中にね、お尻の方からこうね、前の方からもあるかもしれないけど、どっちかっつったら後ろからのが多いのかな、忘れちゃったけど、前からもあるわ。ね。ほいたらさ、こうお尻の下にさ、こうやってビューって染み込んでくるわけですよ。こう、ツーッと滑ってきて。パンツまでビチャビチャなんてしょっちゅうでしたからね。パンツまでビシャビシャっていうことはね、しょっちゅうでしたよ。そしてね、私ね、これね、まあ、汚い話、おしもの話になりますけれどもね、私ね、職場で、みんなで宴会やった時に、その時の宴会場の食事が悪くてみんな当たりましてね。で、早い人はその日の夜から出ましたけれども、大体の人は次の日から、次の日、その日の夜、次の日の朝か、ね、そのぐらいから症状が出始めまして、でもまあ皆さん、通勤してくるわけですね。で、やられちゃったみたいな感じでさ、みんなうへーってグロッキー状態で割とね。で、私は平気なんて思ってたわけ。私全然平気だと思ってたらさ、私夕方から来ましてね、仕事してて。
で、皆さんもうある程度通り過ぎてるわけですよ。で、私、夕方ピークになりましてですね、ヘロヘロになりまして、その時点でもう働けない状態になりまして、いや、もう少しで、でも、いや、でも今帰ったら、なんか、午後半になっちゃうから、ちょっと、就業時間までちょっと頑張るわ、っつって、ヘロヘロになりながらも、職場の人が、まあまあまあ、みんなね、症状出てるから、で、わかるからさ、きついのわかるからさ、だからまあいいや、もうほとんど仕事終わってんから、じゃあ、就業時間までちょっと休んどきって言われて、で、就業時間までちょっと休んでたわけです。で、就業時間来たから、まあそこ皆さんね、もう自分の仕事なんとか終わらせてたから、私もね、だからみんなが、はい、早く帰んない、早く帰んない、っつって、私はもうそこ帰らせてもらったわけですね。で、それでバイクですよ。で、その時たまたま雨ですわ。で、ね、帰りに雨降ってきちゃってね、豪雨ですわ。ね、ゲリラ豪雨。で、私はさ、もうさ、帰る途中とか帰る前にさ、もう何度も何度もトイレに行ってるわけですよ。ね。もうピーピーですわ。ね。大変。ピーピーだった。まあ、ゲロゲロじゃなかった時マシなんだけども、ピーピーでさ、もうヘロヘロ。で、それでバイクに乗って、まあ帰ったわけです。で、そうしたらさ、豪雨ですよ。降ってきて。ね。豪雨。で、私はもうドキドキの中帰ってるわけです。ね。バイクで帰るのに何分かかるかっつったら当時は道がまだできてなかったから、ね。50分ぐらいかけてバイクで帰ってたわけですよ。ね。ほいで、豪雨ですよ。体冷えて、どうしようって感じ。まあ時期的には夏だったんで、そんなに寒いってことはないんだけど、でもやっぱりね、びしょびしょになりながら、雨の中、帰るっていうのはね、ヘロヘロになりながら、まあ、きっついわけですよ。でね、あんなにね、何分おきにトイレ行ってた私がね、家までね、50分も持つんだろうか、なんて思いながらバイクにまたがってね、もうドッキドキ。でもね、その豪雨が降ってきて、パンツまでびしょびしょになった時に思いましたよ。はあ、これだったら漏れてもいいかっていうね、まあまあまあそんなこともありましたが、幸いなことにそんなこともなく家までたどり着きましたけれども、まあひどかったわ。あの時の PP もひどかった。で、あの時にさ、やっぱり検査にさ、出した人がいるわけです。それになんつうのかな、塗ってみるわっつって。塗ってみるっていうのは要は細菌のね、培養で培地にね塗ってみるわっていう意味なんですけれども、培地って培養する地ねつって塗ってみたらさ、やっぱ出たわ、ビビリオビビリオ、まあ腸炎を起こす一番のよく起こすね、腸炎ビビリオっていうのね、その菌が出ましてね、バッチリね、やられてたわ。あの店本当に有名店だったけど、もう二度といかんわつってみんなでね、男の人の方がなんか大丈夫そうな感じだったね。でもね、あの時は不思議に。男の人は全然ほぼ症状出てなくて、女の人ばっかりやられてたね。なんでだろうね。なんであの時は、ビビリオって男の人強いのかしら。いや、わかんないんですけど。女の人ばっかり。ほとんど、行った人女全員だね。症状出てました。はい。どっちか、嘔吐か下痢か、どっちかです。早い人は嘔吐で済んだ人は次の日、あれなのよ、あんまり、なんていうの影響なかったんだよね。もうさっさと胃から出しちゃったから。でも、気持ち悪いっていうのはなくて、そのままスーって通っちゃった人はみんな腸炎ですわ。下痢下痢下痢。みんなで下痢。仲良く下痢。そう。で、一番症状が後に出たのが、私よりも後に出たのが一人いて、で、それよりはもうみんな次の日速攻出てましたけど、朝から下痢っつってね、ヘロヘロで。ね、みんながヘロヘロしてるのか私全然平気ってやってたら夕方にさ、来てさ、来ました。つって。真っ青な顔して、来ました。っていうね。やっぱり、みたいな。まあそんなこともありましたよっていうことでね、何の話してたんだっけっていう話ですけど、まあ今日はこのぐらいにしとこうかな。はい。なんとなく進んでます。で、私、これね、編んだらね、この靴下もね、出そうかな。ね。これ、まあちゃんとなんか入れますよ。ちゃんと処理しますけど、この靴下も出しちゃおうかな。メルカリにね。サイズは20。私のサイズぐらいなんで23から4ぐらいのがちょうどいいと思うんですけど、まあちょっと編んでみたっていうか完成した後に決めますけれども、はい、どうしようかなっていう感じでね。はい。というわけでございます。じゃあ今日も、ここまでご覧いただきましてどうも
ありがとうございました。まあ今回今回の帰国はね、私もね、いろいろ用事があるんでね、わちゃ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 してて、多分撮影ほとんどできなくて、前にも言ったかと思うんですけど、ライブが増えると思います。でも、それでも、ちょっと取りだめしとこうかなと、ちょっと今思ってまして、なのでね、こんな感じでね、もうね、毎回毎回、こう、編むたんびになんか動画撮影しとこうっていうね、短めの動画ちょっと撮影して、ね、皆さんが、なんか、更新がないぞ、つまらんな、と思わないように、ある程度ちょっと更新できるようにね、準備もしようかななんて思ってるんですけど、まあなかなかそれがね、できるかどうかっていう話ですけど、まあそんな感じで試してみよう。というわけでございます。では、本日はここまでということで、さよなら。